ヤマハ株式会社デザイン研究所プロダクトデザイングループ大塚瀬奈です。ヤマハ発動機クリエイティブ本部プロダクトデザイン部山本海一郎です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。このバイクご存知ですか？初めて見ました現物。そうですよね。一応ヤマハオートバイ第1号ということで、今現在だとそのヤマハ株式会社っていう楽器を作ってる大塚さんがいらっしゃる会社と、僕がいるヤマハ発動機ってオートバイを作ってる会社って全然別の会社なんですよね。はい、ただこれ作った時はまだ一つの会社だったというか、もともとはですよね。日本楽器から出たオートバイということで結構不思議なバイクですよね。なんで楽器会社がそうバイクを作ってしまった。そう赤とんぼっていう愛称っていうのは聞いています。なんか当時真っ黒ばっかりだったオートバイでもうちょっとフレッシュな色ということでこのエンジ色というか赤色をチョイスしたっていうところで、なかなか面白いですよね。これ音差がいるんですよね。この先っぽのところにもそのマークとは違う。そうですね。今このこいい、この衣装ないんでね。あれちょうどいい感じで音差はこれですけど調律に使うかっこよくデフォルメされてますね。じゃあ月なんですけど、なんでデザイナーになろうと思って、しかも楽器デザイナーっていうのを選ばれたんですか？もともとちっちゃい時から絵描くのが好きで、親も建築をやっていたので、そういうのも考えてたんですけど、でも楽器デザイナーになるとは思ってなくて高校生の時軽音部でやってたんですけど、それよりやっぱなんかデザインとか絵描く方が向いてるのでどうにか関わりたいと。大学時代は友達のバンドの CD のジャケットとか映像 MV とかをやってみたりとかして、別の方法で楽器作ったらその音楽の人たちに関われるなというので志望しましたでもやっぱり楽器とかもそうじゃないですか。自分で弾くようになるとあれもこれも欲しいって言って、あれも弾いてみたいとかならないですか？弾かないと分かんないかなと思っていろいろ始めてみて、そうするとなんか見えてくるなんかディティールとかがあるなと思います。楽器とバイクのデザインってなんつうかちょっと似てるところもあるなと思ってて、やっぱりどっちもあれじゃないですか。必要なものしか基本ついてないじゃないですか。楽器も基本は機能部品だけで構成されてて、オートバイもものによりますけど、基本はそういう考え方だってで、なんかなんだろうな、機能しかないはずなのにそこにかっこいいかっこ悪いが生まれるのはなんでだろうっていうのを考えてみると、なかなか奥が深いなっていうふうにいつも思ってますね。入社して初めて担当した製品がこのミニキーボードのレミというものなんですけど、ちょっと卵みたいなイメージ、手触りとか丸いっこい形で、ちっちゃい子が触るのに持ったりとか膝に乗せて触るのにどういうのがいいかなと思いながらデザインしました。いいですね。この音色もいろいろ選べるんですね。で、いろんな楽器の音も出せる。楽器の音もまだ字が読めない子でもわかるかなと思ってギターの絵とかピアノのアイコンとかを描きました。誰に向けてどのぐらいの年齢で初心者の人なのかプロなのかっていうので結構デザイン変わってくるなと思います。初心者で例えば DTM とか作曲を始めた人たちが簡単に楽しく使ってもらえるようにということを目指しました。DTM やられるってことで使っていて、もう一気に対象年齢が僕のところまで来たなっていう感じが無駄にキラキラの印刷を入れてるんですけど、本当だ、なんかちょっとかっこいいかなと。そうですね。なんかちょっとサイバー的な感じでシンセサイザーのシリーズとかっていうのを出してますけど、そことリレーションというか、なんかヤマハのその鍵盤楽器としてなんかここは大事にしないといけないポイントみたいなとかってあるんですか？楽器らしさみたいなのは気をつけなきゃと思ってやっていました。それぞれ対象年齢が違うっていうのも一発で見て分かるんですけど、それでもやっぱりちっちゃい子向けだからといっておもちゃ感がないというか、すごいなんか長い期間大切にしたくなるようなやっぱりそういう楽器としての魅力みたいななんかあるなってすごい思いました。ありがとうございます。大人というか普通に家の中に置きたくなるようなそんな感じしますね。
サンバースト塗装というか、その辺をイメージしてこの辺のあれですか、テクスチャーのデザインとかもやられた感じですか？グラデーションを出すのが難しかったんですけど、楽器らしさにつながるかなと思って。そうですよね。ヤマハ発動機でも何年か前に SR400 っていう機種があったんですけど、それのタンクにギターだったりとかこういうピアノだったりだとかをイメージしてサンバースト風の塗装を施したことがあって、自然な色合いみたいなの出すの苦労したっていう話は聞きましたね。生感があるぬくもりみたいなのがなんかこう人が長く愛する道具というか、そばに置きたくなる相棒としての魅力につながるのかなっていうふうに思うんで、なんかやっぱそういうところは似てるなと思いますね。そうですね。楽器以外でも最近はオーディオの製品のデザインもしています。これはトゥルーワイヤレスのイヤホンで、かなりちっちゃいものなんでまたさっきの大きいのとは違う難しさがあったんですけど、つけ心地とかも大切なので、バイクも乗り心地とか、自分の体との関係みたいなのを考えると思うんですけど。そうですね。こうなんだろう、一体になって使う製品って多分大も小も関係なくかなり大変なところが多いと思うんですけど、こういうところとかもデザイナーさんの意思が入ってたりとかするんですか？耳に実際触れる側のエンジニアの方とここに引っかかるようにとかの何度もやり取りしながら、いろんな人に試してもらいながら、でも美しく見えるとかも意識して。じゃあ一緒ですね、本当に。僕らもそのタンク周りシート周りやるとき、あとハンドルもそうですけど、やるときはもう実験というか、もう設計の方と、あでもないこうでもないと結構時間かけて作るので、本当にサイズは違えどプロセスとしては同じだなっていう感じはすごいしますね。普段お話しできないヤマハ株式会社のデザイナーさんとお話できて本当に楽しかったです。共通するところがたくさんあるなっていうふうに思って、人間の体と共存して使う製品っていうところをデザインしてますんで、そこの常に触れる時どう思うか、どう感じるか、それを使いながらどういうふうになってほしいかっていうところを考えながらやってるっていうところでは本当に同じだなと思うので、なんかこれからもお互い刺激し合いながらやっていくようなことができればいいかなと思いますね。僕も基本的にやっぱりプロダクトデザイナーとしてやっていく中で自分の欲しいものを作りたいっていうのが一番欲としてあるというか、そういうスタンスでやってますんで、なんか機会があれば僕も楽器デザインやりたいなと思っちゃいましたね。はい、そんな感じです。ありがとうございました。